最初はイカロスと一緒に海トンネルに行きました。単海トンネルはストーリーの中で重要な施設です。謎の沼と海をつないでいる。初期のインナス物資の輸送の要路でもあります。しかしその前身は何なのでしょう。これらはトンネルの内部で発見されます。ナミシーズを飛行モードにした後、トンネル内が見えるのは人工建築ばかりではありません。天然洞窟で構成されているものもあります。荒廃していたからだと思う人もいます。だからトンネルの破損がひどいんです。しかし実際はそうではありません。これは地下のアンガの通路です。この点はフーナル島の記録で証明することができます。インナスの設立は西暦2668年以降です。捜査官の日誌は2667年でした。これはインナスが設立される前から通路があったということです。そうでなければ監捜査官もフーナル島には行けない。もう少し大胆に推測する。海トンネルは実際に大災害の前に建設されました。これらはトンネル内の操作機器からもわかります。風ちゃんはずっとここの操作設備が原始的すぎると思っていました。テクノロジーが発達しているようには見えません。風鳴島の時空振動子の研究につながりました。実験室当時の物資も過去に輸送されていた可能性が高い。しかしこのトンネルが個人的に建設されているのかノン連邦が建設されているのかは判断しにくい。でもここのトンネルも思ったほど強くありません。どこにでも不毛の意が漏れている。人工施設は全面的な被覆ではなく通路の補強を果たしています。このことからわかる。インナスも簡単に利用しただけかもしれません。転送ができたら諦めた。なぜ今のトンネルは荒廃によるものではないのですか？時間のせいで。西暦2668年から現在の2712年まで44年しか経っていません。誰も関与しない状態で44年に完全なトンネルを今のままでは明らかに不可能だ。だからトンネルはもともとそうだと推測するしかありません。警戒トンネルといえばトンネルの出口で城の切り欠きを通って登ることができます。そして全貌を見ることができます。海底トンネルのシーンはほとんどここにあります。しかし地図から設定を導くことはできません。トンネルを出て深泉島に着いた。この時の島はすでに海域帯に広がっています。10番の紹介所を襲った後、グレードメイン隊の一連の計画が始まりました。魔客チームが襲われたところだった。ここからも海域帯は戦術意識を持っていることがわかる。彼らの実際の目標は夏来島の遠流です。ここの襲撃は魔客正体を牽制するために過ぎない。このことから海域帯はインナス内部に浸透していることがわかる。魔客チームの役割も実力もよく知っている。魔客チームと合流した後、最も輝いているのはシロリーです。エンよりも実直な個性。マリーニアの社会テロがシーロリーはチームの知恵袋に違いない。任務が海にあるからかもしれない。サヤは格別の上司である。そしてナイキの正体を直接暴露した。残念ながら誰も聞いていませんでした。狼人が殺さなければそんなに面倒ではない。シーロリーはさらに先に夏来島に行った。これが廃領域の計算漏れの場所です。私たちがトンネルを通ってくるなんて。私たちの出現でマロリーは安心して異常を見ることができました。そうでなければ夏来島の異変は発見できない。嵐や感度にも触れない。アビスは逆転して9域に向かったかもしれない。一同に挨拶してから再びインナスへ旅立った。途中でイカロスは円の改造について話しました。これは後ろの狼人殺しの下敷きになっています。水中戦闘といえばまだ悪いと思っている人も多いかもしれません。じゃあテスト服の時の動きを感じてみましょう。絶対にゆっくりしてないよ。実はこれも幻灯です。本物へのニーズを満たすために。水の抵抗が動きを鈍らせた。しかし幻灯は高速戦闘が中心でした。このネバネバした手触りは真実を増していないどころか、むしろ戦いを苦しくさせた。ゲームは真実性を追求しすぎてはいけません。これから等に気をつけてほしいですね。円の改造といえば面白いです。内鬼は改造によりエチレン隊に一決めを加えた。そして小株の海域隊吸引円による注意。魔客チームを開く目的を達成しました。これにより灰色の領域がインナスの隣にあっても、軍隊を作った。インナーズは何も知らない。初めての海流体験は少し衝撃的でした。特にイルカとの伴奏は。その間私たちも射水の立場の存在を知りました。これはフーナル島のビデオで話しました。ここでは詳しく述べない。インナスは厳密には一体ではありません。主城と衛星城に分かれています。本城は真ん中の建物です。衛星城は周辺に作られた卵型の建物です。本城はエネルギーを汲み取り、政治を実行する機能を果たしている。衛星城こそ真の居住区です。だからフィオナは自信を持っている。ビラ全員を入れることができる理由は、衛星城はずっと拡張できるからです。本城からエネルギーを得ることができればいい。初めてインナスについてもプレゼントを持っていません。もちろん待っていられなかった。早くフィオナに会いに行くように催促された。ロイと万霊の態度からわかる。彼らはフィオナを尊敬している。海の女王は名実ともに。ここに着いたばかりで万霊がパトロールルートを提出しているのを派遣しました。ここもロービドのために殺して私たちを惑わしている。ルシウスの病気の仕事も狼人殺しのためのものだ。2.4 バージョンのシナリオでは、狼人殺しが半分を占めた。これは沼の偽物の延長です。しかし私たちが判断できなかった原因は完全に情報量が不足しているからです。十分な情報を得た後、この狼人殺しはスパイを判断しやすい。リンの夜はすぐにナミシスに壁を作らせた。ところでサリーはいつこのスキルを勉強しましたか？そして偽物のことを話しました。フィオナも IQ オンラインのキャラクターだと言わざるを得ません。彼女はとっくに気づいていたが、ただこの方面の情報が欠けていただけだ。リンヤが言ったのを聞いて、当然判断があった。ここのシルエットからも誰かがわかる。残念ながらシオリーはいなかった。さもないとオタクを殴ってやらなければならない。
海のことは全て大事だ。本の虫がつまらないことを言うなんて、赤裸々な自爆身分ですね。シロリーに支援が必要だと知った。やっぱりシロリーは隠れた大物だ。内鬼を見破って海域隊転移を妨害する。みんな一歩早く。夏暮れ島に来てみると魔客正体が揃っていた。アビスは遠流を通過しようとしています。このバージョンの新しいボスでは、私はそれが一番気になります。体には分身がいるようです。両者は単独で攻撃することができる。これは戦いの中でよく現れている。周りを回る装置もあります。その上に印がある。どんな役割を果たしているのでしょうか。私の推測は事象と同じ役割です。しかし証拠が足りません。ちょうどその時、9域の嵐と感度が駆けつけた。すべての廃領域隊を解決しました。嵐の戦力が非常に強いと思う人も多いようです。実際にはストーリー表現から見ると、嵐は本当に強いです。決戦では嵐と感度も一滴余剰です。大きな AOE 障害では、男性紹介効果群。これは彼女の武器設計にも広がっているようです。嵐との会話で9域を知った。同様に海域隊に襲われています。ただ9域では海域隊は大晦日と呼ばれています。次は双方の狩猟の勝負だ。嵐はリンヤの情報を最初には教えなかった。嵐のファイルにも紹介されています。彼女の第一反応は目の前の人を消すことですか、それとも信じることを選びますか。リンヤのここでもそうです。双方とも最初の時間は相手を信じていない。感度が残ろうとした時さえ、リンヤはイカロスに助けを頼むように言った。このような普通の行動は、実は双方の慎重な描写です。お互いに心の中で言わない。海域を探すというとナミシスが出馬しなければならない。やっぱり最初に異常を発見しました。その後道内に海域隊の存在が発見された。主役は最初にパトロールロボットの異常を発見しました。そして刺激的な狼人殺しです。情報が十分に得られた時、内鬼も浮上しました。この中でマリニアは優れた洞察力を示しました。円の改造が突破口になった。フィオナはみんなを集めてスパイを探し始めた。最初の問題はオタクが自爆したとは思わなかった。残念ながらロイは実直だ。ルシウスを告発するなんて、ある名探偵を思わせざるを得ませんでした。そう言って二人はまだ喧嘩を始めた。フィオナとリンヤは手を携えて仮装者を捕まえた。茶番劇も幕を閉じた。しかしその後さらに大きな問題が発生しました。パトロールが問題になってから長い間、ブレードメインはどのような規模に現れていますか。私たちは自分で探査に行くしかありません。調べないとわからないので調べてびっくりした。直接軍団を育てて。実はこれも横島なことだ。義装属者の早期露出で、事前にグレーゾン軍団を発見しました。海域隊は計画を繰り上げなければならない。我々の出現は海域隊の全面的な配置を狂わせたに等しい。ここはフィオナの PV の内容につながっています。海域隊が海底に集まっていることを知って、最初の時間は過去を探索しました。先に私たちを止めているのはアビスナクアです。彼女の出所は本当に何かを調べた。フルネームアトラクナクヤ。コスール神話のキャラクターです。別名雲の神。腹ばいな人のような大きさです。雲の死体を持っている。これが言動のインスピレーションの源だと思います。でも気になるのはナクアの死体がなぜ天使を赦免するようなものなのか。特にフードには93が印刷されています。アビスと恩赦天使の間にはどのような関係があるのでしょうか。火山地帯に着いたら、遠流はすでに開いています。実は遠流はこんなに早く開くべきではありません。結晶化はまだ全て完了していないからです。次は私が戦闘から離れた後の探索図です。火山地帯全体がほとんど結晶化されているのが見えます。火山の中だけがマグマを保有している。火山の中にもカウシの存在があります。ここで何が起こっているのでしょうか。ハーバーラはスゲラが読んだ戦争のペットだ。ずっと火山に潜伏している。スーチーらは火山のエネルギーを吸収して移動しています。だから周りの環境が結晶なのです。でも私たちはあまりにも早く来た。スーチーはエネルギーを吸収することができません。移行に成功しませんでした。そしてさらに戦いで私たちに負けた。その結晶極は火山に落ちています。周辺の火山も瞬時に回復しました。もう一つの推測があります。辰口火山周辺は本当にマグマですか。空を飛べるマグマを見たことがありますか。活性化される前に結晶は太鋼のように。これを証明したのはもう一つの証拠がある。火山が活性化した途端、通信が回復した。この全太鋼は信号や通信に影響を与えると連想しました。この前の火山の結晶は通信と信号伝達を遮断するためだった可能性が高い。我々が塩田を求めるのを防ぐ。しかしこれで太には新たな表現ができました。活性化形態。もちろんこれは推測に過ぎない。主に空を飛んでいるマグマが不思議だからです。しばらく魚を触った後、遠平がついに駆けつけた。ここは 2.4 のピークですよね。恩赦天使も来た。驚いたのは天使を赦免することではありません。エヴァンスだ。恩赦天使は第9地区を通じて送られてきた。これはストーリーの最後に。メリルの護衛はわかる。ハイガルドが枝の子と協力してくれるなんて。お互いに本部を攻略したんだよ。双方には本当にそんな犬猿の敵はいないことがわかる。お互いに気に入らないけど、意外にも相手の存在を認めています。エヴァンズも枝の子を謎物と呼んでいた。アイダの子は白けた道をまた一歩進んだ。ハーバーラとの戦いは意外にも私たちだけだった。そしてストーリーが弱体化して、カウシが西北を憎む。そして甘露の辞書が淵の流れを消すことができないことを知りました。辞書は重点的に注意しなければならないが、これから試験を受けなければならない。不安定な時空を安定させます。もっと歪んだりしています。これも9域が遠流に対処する手段です。しかしこれも後のストーリーに伏線を張っています。遠流はどうやって閉鎖されますか。レビリアはいつ一緒に行動するのでしょうか。ミラストーリーはどのような物語で終わるのでしょうか。これはアナツのストーリーからわかることができます。
アナツのピークは幻冬の決戦です。その後のバージョン更新は全て物語の続きです。ウィラもすでにピークに達しています。これ以上膨大なバージョンはありません。これからは遠流を消すことを目指して。もうすぐ9域バージョンですから。淵の流れが収まらない。9域に行くために伏線を埋めるか。ウィラの終わりか。このような淵の流れを残して、ウィラにとっては脅威にしかならない。遠流がまだいる限り、海域隊は絶え間なく攻撃されます。9域にタイムスリップしようとした。海域隊の目標がはっきりした。スハハの位置も明らかになりました。過去のストーリーからスハハが監禁されていることが分かりました。今は海域隊が遠流に流れ込んでいます。スボは9域に収容されている可能性が高いことが分かります。しかし、これらは 3.0 以降のことです。今期はこれで終わりです。枯渇に注目する。違う幻の塔を体験してあげます。